2025年、太陽が異常な動きを見せ始めています。NASA が先日発表した解析によれば、現在進行中の太陽活動サイクル25は予測をはるかに上回る勢いで活発化しているとのこと。太陽黒点の数は当初の想定を倍以上に更新。磁気嵐による通信障害、人工衛星の軌道異常、そして北半球全域にまで及ぶオーロラ現象がここ数ヶ月で立て続けに観測されました。まるで太陽そのものが何かに反応しているかのように、一部の研究者はこう警告します。これはサイクルの波ではなく外部要因による影響かもしれない。そして奇妙なことに NASA やヨーロッパ宇宙機関の観測データの一部がここ数週間非公開化されたのです。理由はセキュリティ上の懸念。一体何が起きているのか。実はこの不可解な沈黙には40年以上前から続く物語がありました。時は遡り、1983年12月30日、ワシントンポスト紙の一面を飾った記事が世界中の天文学者を震撼させました。謎の巨大天体を発見。 NASA の赤外線天文衛星アイラスが捉えたのは木星ほどもの大きさを持つ可能性がある未知の天体。距離は地球からおよそ500億キロ。しかし宇宙規模で見ればそれはすぐそこだった。ところがこの発見から数週間後、 NASA は突如として口を閉ざします。誤報だった。遠方の銀河だった。それだけを告げて。しかし古代シュメール文明の粘土板には謎の天体の存在が5000年以上前から記されていました。その名はニビル、神々の星。なぜ5000年前の人々が現代の望遠鏡でしか見えないはずの天体について記録を残していたのか。そしてなぜ NASA は沈黙を選んだのか。今日お話しするのは人類史上最も危険かもしれない天体の秘密です。シュメール文明。紀元前3500年、メソポタミアに突如として現れた人類最古の高度文明。彼らは車輪を発明し、文字を生み出し、数学と天文学の基礎を築きました。そのシュメール人が残した粘土板エヌマエリ集。そこには天体の秩序や軌道を象徴する神々が描かれています。太陽神を中心に複数の神々が配置される。その構造が現代の太陽系と不思議に重なると指摘する研究者がいます。内側の神々は水星、金星、地球、火星に対応するように見える。外側には木星、土星を思わせる描写。ここまでなら鋭い観察眼の賜物と言えるでしょう。しかしシュメールの天文記録には肉眼では見えないはずの遠い天体についての言及があるんです。天王星の発見は1781年、海王星は1846年。望遠鏡が発明されてからずっと後のことです。なぜ彼らは見えないはずの天体を知っていたのか。さらに不可解なことに、粘土板には私たちの知る惑星以外の天体が記されています。シュメール語でニビルとティアマト。ゼカリア・シッチン博士が1976年に発表した研究によれば、ティアマトはかつて火星と木星の間に存在した惑星。そしてニビルはその軌道を破壊した侵入者だと解釈されています。軌道は極端な楕円。太陽系の外縁部から内側へと3600年周期で接近する惑星。そんな惑星が存在するはずがない。当時の天文学者たちは一蹴しました。しかし1983年、アイラスの発見が状況を一変させます。海王星の軌道に影響を与えている未知の重力源がある可能性がある。NASA、アメリカ海軍天文台、ヨーロッパ南天天文台。複数の機関が相次いで同様の可能性に言及し始めました。太陽系にはまだ発見されていない惑星が存在するかもしれない。科学者たちはそれをプラネット9と呼んでいます。理論上の質量は地球の5倍から10倍。軌道周期は1万年から2万年。あまりにも遠く、あまりにも暗いため、直接観測はできていません。しかし、その重力の痕跡らしきものは確実に存在している。シュメール人が語ったニビルと驚くほど似ていると思いませんか。そして今、史実の枠組みを超えて、私たちは何かが動いていることを観測しています。2025年10月に公表された研究によれば、太陽系外縁部に新たに注目を集める仮説天体プラネット Y の可能性が浮上しました。プリンストン大学の研究チームは、カイパーベルト天体群の軌道に約15度の傾きがあることを指摘。基地の惑星の重力では説明できず、地球質量級の岩石惑星が太陽系の外側で弱く引っ張っていると結論付けたのです。
もし見えない侵入者がカイパーベルトを撹乱しているとしたら、古代シュメール人が語ったニビルの痕跡と偶然とは言えないほど重なりませんか。ここで1983年に戻りましょう。ワシントンポストの記事が出た後、NASA は記者会見を開きます。当時の研究者たちはこう述べました。我々は太陽系の端に何かを発見した可能性がある。それが何なのかはまだわからない。観測データの詳細は公開されず、明確な説明もありません。そして数週間後、突然の訂正。あれは遠方の銀河だった。この説明を一部の天文学者が疑問視しています。なぜか、アイラスは赤外線を検出する衛星です。赤外線は熱を持つ天体から放射されます。遠方の銀河は極めて冷たく、アイラスの感度で明確に捉えるのは難しいはずなんです。実際、元関係者とされる人物の証言がネット上に流出しています。あの天体については話すことを禁じられている。禁じられている。誰に？なぜ？2000年代に入り、元 NASA 関係者を名乗る複数の人物が、匿名掲示板やインタビューで同様の主張を繰り返しています。1990年代初頭、未知の天体の軌道計算が行われていた。地球への影響も検討されていた。しかし、パニックを避けるため、情報は制限された。真偽は確認できません。しかし、その後の NASA の動きは確かに不自然です。南極に設置された SPT 望遠鏡、南極点望遠鏡。表向きは宇宙マイクロ波背景放射の観測が目的とされています。しかし、このタイプの観測なら、わざわざ極地に行く必然性は低いんです。宇宙背景放射は全点から均等に届くためです。では、なぜ南極なのか。南半球の空には、北半球からは見えない領域があります。特に太陽系の南側から接近する天体を観測するには、南極が最適な位置なんです。2016年、カリフォルニア工科大学のマイケル・ブラウン教授とコンスタンティン・バテイギン教授が、権威ある科学誌アストロノミカル・ジャーナルで発表しました。太陽系外縁部の複数の天体が、未知の惑星の重力によって、同じ方向に軌道を曲げられている可能性がある。統計学的確率は 0.007%。偶然では説明しにくい配置です。このプラネット9、推定質量は地球の5倍から10倍。軌道傾斜角は約30度。シュメールの記述と、ここでもまた不思議な一致を見せます。しかし、ブラウン教授の研究チームは2019年を最後に、大きな発表を控えているように見えます。研究は継続しているはずなのに、新しい論文はほとんど出ていません。偶然でしょうか。同時期、世界中の主要天文台が、観測データの一部をセキュリティ上の理由で制限し始めます。ハワイのマウナケア天文台、チリのアタカマ大型ミリ波干渉計、カナリア諸島のラパルマ天文台。何を見たのか。何を隠しているのか。そしてその沈黙閉じを同じくして、太陽そのものにも異変が起き始めました。まるで、宇宙全体が何か大きな力に反応しているかのように、2025年9月、NASA は太陽活動が数十年にわたり増加傾向にあり、今や目を覚ました可能性があると警告を発表しました。サイクル25の黒点数や太陽風の強度は当初の予測を超え、太陽卵やコロナ質量放出、CME による地球宇宙天気への影響が懸念されています。科学者の中には、こうした変化を太陽系の外部からの影響と関連づける声もあります。古代人が神々の星の接近、イコール天変地異として恐れた現象が、今、私たちの時代にも姿を現しつつあるのかもしれません。古代の記録に戻りましょう。シュメール人はニビルについて恐ろしい記述を残しています。ニビルが現れるとき、天は裂け、地は震え、海は飲み込む。大洪水伝説。旧約聖書のノアの箱舟、メソポタミアのギルガメシュ女子史、インドのマヌ神話、中国の除下伝説。世界中の神話に同じパターンの大洪水が記録されています。時期はおよそ紀元前1万年前後。地質学的記録を見ると、この時期に実際に巨大な地殻変動が起きています。氷河期の終焉、海面の急上昇、マンモスの大量絶滅。原因は隕石衝突説、火山活動説、気候変動説。様々な仮説がありますが、決定的な証拠はありません。しかし、もしニビルが太陽系内部に侵入したとしたら、その重力は地球の地殻を引き裂き、海を持ち上げ、ポールシフトを引き起こす可能性があります。
これは理論上の話です。実は、地球の時局は過去360万年の間に何度も反転しています。最後の反転は約78万年前。平均すると、20万年から30万年ごとに起きる現象です。ところが、地質学者の研究によれば、過去1万年の間に、通常より速いペースで磁場の変動が起きている可能性が指摘されています。まるで、何かが地球の磁場を揺さぶったかのように。2004年12月26日、スマトラ島沖地震。マグニチュード 9.1、死者22万人以上。2011年3月11日、東日本大震災。マグニチュード 9.0。2010年1月12日、ハイチ地震。死者30万人以上。21世紀に入ってから、マグニチュード8以上の巨大地震が、20世紀後半と比べて多く観測されている。そう感じている研究者もいます。NASA の公式見解は統計的なばらつきの範囲内。科学的な因果関係は証明されていません。それでも、何かが地球全体を揺さぶっている感覚を覚えるのは、なぜでしょう。さらに不可解なのが、太陽活動の変化です。2020年以降、太陽黒点の数が予測を上回るペースで増加しています。太陽フレアの発生頻度も、過去のサイクルと比べて活発です。太陽は何かに反応しているのでしょうか。太陽系に近づく巨大な質量に。そして今、未来予測ではなく差し迫った可能性が私たちに迫っています。2025年11月に学術誌で報じられたところによれば、次に来るかもしれないキャリントン級の太陽嵐が、私たちの電力、通信、衛星インフラを一瞬で停止させるシナリオとして警戒されているのです。想像してください。夜空に静かに漂う見えない巨大天体の存在が、太陽系と地球のあらゆる活動に影響を及ぼしていたとしたら、太古の神話が語った、避ける点、海が飲み込まれるという予言が、現代の科学ニュースとして静かに重なってきているのではありませんか。しかし、我々が過去の神話として語ってきたあの時代の出来事が、決して過去だけの話で終わっているわけではないことを示す、最新の観測データと研究結果が次々に報告され始めています。まず一つ目。2025年9月、NASA が発表した研究によれば、太陽活動が2008年以降、長期的に上昇傾向にあるというのです。サイクル25の黒点数や太陽風の強度は、予測を大きく超えるペースで活発化しており、太陽が目を覚ました可能性があるとまで報じられています。これは単なる星が騒いでいる話ではありません。例えば、2025年9月下旬には、地球の磁気圏で異例の変動が観測され、低軌道衛星の軌道減速が増加したという報告もあります。太陽から放たれたプラズマと磁場の乱れが、地球近傍の宇宙空間環境にまで確実に影響を与えつつあるのです。そして2つ目。外縁天体の調査では、再び未発見の巨大天体の可能性が浮上しています。2025年7月に発表された、遠く冥王星軌道のさらに、外側にある新たなセドノイド2023系94の発見。この天体の軌道の異様な傾きや偏りは、従来の模型では説明しきれないもので、逆に何か未確認の質量天体が外縁部で動いている可能性を指摘する研究へとつながっています。ここで古代の記録に立ち返ってみてください。あの神話の中で語られた、隠された惑星、侵入してきた星、周期的な接近、それらと、今、天文学が指し示そうとしている太陽系の外縁に潜む何かとが、偶然とは思えないほど重なってきているのです。さらに、3つ目の視点です。観測データの非公開化や制限が近年、天文界で増えているという報告もあります。複数の大型望遠鏡干渉計がセキュリティ上の理由を挙げてデータへのアクセス制限を始めているという一部報道があります。それが意味するものは、単に観測が難しいからではなく、もしかしたら観測者自身が見てしまった何かを扱っているからこそ、公開に慎重になっている可能性があるという深読みにもつながります。この3つの流れ、太陽活動の異常活発化、外縁天体の軌道の乱れと未知質量の存在しさ、観測データ制限の増加、これらを縦糸として紡ぐと、私たちが見てきた神話と現代科学の間に接点が見えてきます。例えばもし太陽系外縁に潜む大質量天体がたまに内側へ接近し、太陽や地球の磁場、活動系に変調を与えていたとしたら、太陽が目を覚ましたという言葉は、ただの比喩ではなく、実際に太陽系内部へ流入してきた外部質量の影響を反映しているのかもしれません。新発見のセドノイドは、その巨大天体の影響を受けた破片であり、古代に語られた破壊の証拠として残っている可能性もあります。
そしてデータの制限は、その動きを観測したくても公開できない理由があったという仮説を私たち自身に問いかけています。もちろん、すべてが確定したわけではありません。どの研究も可能性、示唆、モデルの更新が必要という段階です。しかし、これほど多くの独立した今の兆候が揃い始めているとすれば、あの神話がただの幻想ではなかった可能性が私たちの時代にも顔を出していると言ってもいいのではないでしょうか。夜空を仰いだとき、私たちの目に見えていないその外縁の何かが、一方で太陽を揺さぶり、もう一方で古代文明を震撼させた何かだったのかもしれません。今こそ、私たちは振動の痕跡を目撃しています。古代神話の末裔として、そして現代科学の一員として、次回あなたが夜空を見上げるときその静寂の中に、見えていない星の影を探してみてください。それは、遠くても確かな脈動を含んだ存在なのかもしれません。ここまでの話を整理しましょう。古代シュメール人は、肉眼では見えないはずの天体について記録を残していた。NASA は1983年に未知の天体を発見したと報じられたが、その後情報を訂正した。21世紀の天文学者たちは、理論上プラネット9の存在を示唆しているが、詳細な観測結果は公表されていない。そして、地球では通常とは異なる地殻変動と太陽活動が観測されているように見える。なぜ、これほど重要な情報が明かされないのか。答えは、ニビルの軌道計算にあるかもしれません。もし本当に3600年周期でこの天体が太陽系内部に侵入するのなら、前回の接近は紀元前1600年頃。この時期、世界中で同時多発的な文明の変動が起きています。エーゲ海のミノア文明、滅亡、中国の花王朝、終焉。エジプト中王国、衰退期へ。インダス文明、崩壊。すべて紀元前1600年前後。歴史学ではこれを青銅器時代の崩壊と呼び、原因を気候変動や民族移動に求めています。しかし、これほど広範囲に、同時期に、複数の文明が衰退する理由を、既存の理論では完全には説明しきれていません。そして、次回の接近時期は、3600年周期なら、紀元前1600年の次は西暦2000年。すでに、その時期を過ぎています。いや、正確な周期はわからないという反論があるでしょう。その通りです。重力の相互作用により、周期は変動します。数百年のズレが生じる可能性もあります。しかし、もし学者たちが正確な軌道を計算していて、それが今後数十年以内に影響を及ぼす可能性があると判明していたら、発表できると思いますか。経済は混乱し、社会は不安に包まれ、パニックが起きるかもしれません。だから、沈黙するしかない。2019年頃、ロシアの研究者とされる人物が、匿名で学術的な計算結果を投稿しようとしたという噂があります。その内容は掲載前に削除されたとされていますが、一部がネット上に流出しました。真偽は不明です。しかし、その内容はこうでした。計算によれば、未知の惑星サイズ天体が2030年代に太陽系内縁部に到達する可能性がある。地球への直接的脅威はないが、重力的相互作用により、小惑星帯の天体が内側に押し出される危険性が考えられる。小惑星帯。火星と木星の間に存在する無数の岩石と氷の破片。その数は100万個以上。もしニビルの重力が小惑星帯をかき乱せば、数千、数万の岩石が地球の軌道に接近してくる可能性があります。2013年、ロシアのチェリャビンスク州に隕石が落下しました。直径約20メートル。それだけで1500人以上が負傷し、建物7000棟以上が損壊しました。もし直径 1km の小惑星が衝突すれば、その破壊力は全世界の核兵器を合わせたよりも大きいと計算されています。恐竜が絶滅したのは、直径約 10km の小惑星の衝突によるものでした。NASA は現在、プラネタリーディフェンス、地球防衛プログラムに莫大な予算を投じています。2022年には、小惑星ディモルフォスに探査機を衝突させる実験を成功させました。表向きの理由は将来の脅威に備えるため。しかし、将来とはいつなのか。そして、何に備えているのか。今日お話ししたことは、推測や解釈が多く含まれています。しかし、確認できる事実もあります。古代シュメール人は、5000年前に高度な天文知識を持っていた。
NASA は1983年に未知の天体を発見したと報じられ、その後訂正した。現代の天文学者はプラネット9の存在を理論的に示唆しているが、直接観測には至っていない。地球では説明しにくい地震活動や太陽活動の変化が観測されている。そして世界中の主要国が突如として宇宙開発と小惑星防衛に巨額の投資を始めた。これらはすべて偶然でしょうか。ニビルが本当に存在するのか、それは地球に脅威をもたらすのか、私たちは確実なことは言えません。しかし、古代の人々が恐れ、現代の科学者が慎重になっている理由は、必ずどこかに存在します。夜空を見上げてください。私たちの目に見えていないものが、そこにはたくさんあります。望遠鏡なしには見えない惑星。光の届かない暗黒物質。そして、もしかしたら、神々の星。ニビルの真実は、まだ誰にもわかりません。けれど、確実に言えることが一つだけあります。宇宙は、私たちが思っているよりも、ずっと謎に満ちている。そして、ここに来てそれは偶然の積み重ねでは説明できない現象として、もう私たちの日常に影を落とし始めています。2025年10月末、ヨーロッパ宇宙機関 ESA は太陽嵐の影響によって、一時的に衛星通信が途絶したと発表しました。アイスランドやスウェーデンでは高緯度オーロラが記録的に南下し、ドイツでは航空便の一部が航路変更を余儀なくされました。同じ頃、アメリカテキサス州では異常高温と磁気嵐の同時発生が観測され、電力網が一時的にダウン。スマートメーターが誤作動し、地域全体が一瞬静寂に包まれたといいます。科学的には、これらは太陽活動と地球磁場の複合的な影響に過ぎないかもしれません。けれども、その背後に太陽系規模のリズムがあるとしたら、それは古代人が神々の鼓動と呼んだものとどこかで重なるのではないでしょうか。NASA や ESA は今、前例のないスピードで惑星防衛計画の拡張を進めています。小惑星だけでなく、未確認の重力影響源を監視対象に含めるプロジェクトが2025年秋に立ち上がりました。科学の名のもとに、私たちは再び空を見張る文明になりつつあるのです。それは、シュメール人が空を見上げ、ニビルの接近を恐れたあの人、どこかに手はいないでしょうか。もしかすると、文明というものは空を見上げた回数で決まるのかもしれません。空を見上げる者は、宇宙の鼓動を感じ、そして次に何が起きるのかを直感的に悟る。今再び、人類は空を見上げる時代に戻ってきました。それは恐怖の始まりか、あるいは新たな覚醒のサインなのか。ニビルが本当に存在するかどうかは、まだ誰にもわかりません。けれど夜空を見上げる私たちの視線の先に、それを感じ取っている何かがある。その何かこそが、人類が古代から追い続けてきた神々の星なのかもしれません。そして今も、静かにこちらを見つめているのかもしれないのです。このチャンネルでは、古代遺跡や文献に隠された暗号から、文明の真実を探り続けています。シュメール文明が記した他の予言、エジプトのピラミッドと天体配置の謎、南極で発見された謎の構造物。まだまだ、解明されていない古代のミステリーは山ほどあります。もし今日の話が心に少しでも残ったなら、ぜひ他の動画も覗いてみてください。チャンネル登録と高評価で、次の謎を解くたびに、共に出発しましょう。ご視聴ありがとうございました。また次の禁断の古代ミステリーで、お会いしましょう。